今回は、カタログスペック上はヤバくないのに、実際に運用してみたらヤバかったカードを紹介、解説していきたいと思います。こういったカードは公式のデザイン通りに、使われず大暴れしたケースがほとんどだと思います。黒神竜ザルバは2004年のクリスマス発売の DM12 エターナルアームズ編第3弾で初登場しました。闇文明4コストパワー5000、種族はドラゴンゾンビで、登場時、相手にカードを引かせる効果を持っています。当時のドラゴンゾンビはコストに対して、パワーが高い代わりに、デメリット効果を持っていたり、相手にメリットを与える効果を持っているものが多かったです。例えば黒神竜ギランドは4コスト、パワー6000、ダブルブレイカーと低コストにしては、水準の高い能力をしていますが、バトルした後破壊されるデメリット効果があります。話を戻して黒神竜ザルバは、このような系統のデザインのはずでしたが、この相手はカードを1枚引くは強制。この効果を無限回使えればと考えるプレイヤーは、少なくなかったはずです。そこで作られたデッキが、ヘルゲートムーンライブラリアウトなどのデッキです。ヘルゲートムーンライブラリアウトとは、登場時、墓地のクリーチャーをすべて場に出す、神羅ヘルゲートムーンの効果を使い、黒単色ループで馴染みの、100発人形マグナムを使って黒神竜ザルバを、無限に場に出すループデッキです。このデッキタイプはファンデッキ止まりですが、黒神竜ザルバは、数年後環境で暴れすぎてミルザムの、プレデンの要因にもなった天文ループに抜擢され、ループのフィニッシャーといえばこれという立ち位置になりました。黒神竜ザルバ単体はヤバいカードではないですが、ヤバいループデッキのフィニッシュになる、ヤバいカードとして紹介しました。ちなみに、数年後 BBP にて再録した黒神竜ザルバの、フレーバーテキストには興味深いことが書かれており、現実は相手を苦しめる技、公式からの皮肉でしょうか。S 級トライブサンマットは、2015年12月発売の DMR19 革命編第3章、禁断のドキンダム X で初登場しました。数字の3にちなんだ能力が多く、自然のコスト3のクリーチャー限定で進化でき、侵略条件もコスト3のクリーチャー限定です。S 級トライブサンマットは、自分のクリーチャー3体以上いると、トリプルブレイカーを取得できるため、アタッカーとしてデザインされていて、実際に、進化コマンドという点を活かして、三軸ベアフガンや、赤緑サンマットといったデッキで活躍しましたが、サンマットは3つのループデッキに、抜擢され続けました。そのデッキとは、イメンループ、サソリループ、翼端ジャックループです。名前も聞きたくない人も多いでしょう。なぜループで活躍したかというとサンマットのもう一つの効果、バトルゾーンにクリーチャーが4体以上あれば、そのうちの1体を選び、持ち主のマナゾーンに置く、にあります。この効果では、自分のクリーチャーもマナに置けるため、射程遺跡ボアロパゴスやエウルブッカを組み合わせ、進化元や複数のサンマットを重ねたままマナに戻して、マナをアンタップするループができてしまいます。手順は長いので興味があれば調べてみてください。仮にループが失敗しても道中でマナに置いた、サンマットを使って殴って勝ててしまうため、よりヤバさを引き立てています。そのため、S 級トライブサンマットは、アラゴと結びや大勇者、チェーンストーム、といった他のループパーツと共に殿堂入り。その後 S 級トライブサンマットは、アタッカーとしての役割を残しつつ、S 級トライブサンマックスとしてリメイクされ、こちらは赤緑サンマックスとして、環境で一定の活躍を見せました。黒神竜ブライゼナーガは、2004年6月末発売の DM10 エターナルアームズ編第1弾で初登場しました。このパックはセイレーンコンチェルトなど、多数の殿堂入りカードを生み出しており、黒神竜ブライゼナーガも殿堂入りです。闇文明コスト6パワー9000、能力はダブルブレイカーと、登場時、自分のシールドをすべて手札に加える、一見何のメリットもない効果ですが、あまりにもメリットがなさすぎるため、シールドトリガーは使えるようになっています。声優パーフェクトアースの登場や、声優の記憶が登場してからは、自分のシールドをすべてシールドトリガー化する点を活かし、高コストのクリーチャーを踏み倒したり、インビンジブル呪文などを踏み倒して使われていました。他にはループの縦落ちケアの役割として、採用されることがメインでしたが、2017年上編に突入し徐々に事態は変化しました。これらのカードが登場してからはブライゼナーガは、突然カードとしての価値急上昇します。これらのカードの共通点は上編の新キーワード能力、スーパーシールドトリガーを持っていること。この能力はシールドが0枚の時、
シールドトリガーとして使うと追加の効果を得る能力で、先ほど並べたカードは非常に範囲の広い、踏み倒し効果を持っています。黒雲マニューバは、マナから自然のパワー1万5000以下のクリーチャーを、1体踏み倒し、パクチーターは自然のクリーチャーを1体、黒雲シャナバガンは最大2体、マナから踏み倒して、さらには、爆殺、ハードラックは山札の上5枚から、火の火進化クリーチャーを踏み倒すことができ、黒神竜ブライゼナーガの能力で、相手からシールドを割られずとも意図的に、これらのスーパーシールドトリガーを発動することができます。これを活かしたデッキをブライゼシュートと呼び、当時は、コードキングビルヘルムや波動の頂シュラベートーベンなど、コントロールデッキの最終着地点と言える、クリーチャーをわずか6コストで揃えられ、環境の一角にいました。他にもウーニループやオールデリートなど、ブライゼナーガを出せば勝つデッキが、数多く登場したため、黒神竜ブライゼナーガは、殿堂入りを果たしました。天雷王記序盤20世は、2010年6月発売 DM35 覚醒編第1弾で初登場しました。光の2コストのナイトクリーチャーで、自分のターンの終わりにコスト1の呪文を、墓地から好きな数回収できる、いかにもナイトらしい効果になっていて、ガードグリップで手札を増やし続けたり、ブラッキクロスで墓地を増やしつつ、コスト1の呪文を回収するといった、システムクリーチャーとして作られたであろうクリーチャーです。こうして見るとただの便利クリーチャーに見えますが、一方で序盤にはジュエマをしない側面もあります。その理由はご存知の方も多いでしょう。序盤にスコールです。序盤にスコールはデッキタイプの一つであり、ギミックの一つでもあります。主要カードは、天雷王記序盤20世、ドリルスコール、クルトの気合釣りです。回し方は簡単で、ターン終了時に、先に打ったドリルスコールを序盤2の効果で回収。次の自分のターンにまたドリルスコールを打って、最初と同じ動きをすれば、相手のマナが、半永久的に増えなくなります。ドリルスコールを打った後、クルトの気合釣りで、ドリルスコールを山札の一番上に置き、序盤2の効果で、クルトの気合釣りを、回収するようにすれば自分の山札を減らさず、相手に何もさせないロックが決まり、最速で3ターンで決まります。これが要因で天雷王記序盤20世は、現在はプレミアム殿堂ですが、このデッキタイプは序盤2が、登場した時からありましたが、当時はマナを加速するデッキが多かったことや、先に並べてしまえば殴られて負けることが多かったので、地雷デッキとして存在しました。しかし、革命ファイナル環境で事情が変わり、環境で猛威を振るいました。その要因は踏み倒しの有効により、オリオキスやオリオキスジャッジが、機能しやすくなったことなどが要因で、ロックの通りが良くなったことが挙げられます。海王流星ラストアバタールは、2007年 DM24 バイオレンスヘブン編第1弾で初登場しました。主な効果はシールドゾーンにカードが加えられた時、そのプレイヤーはシールドを1枚選んで墓地に置く効果と、自分の最後のシールドがブレイクされる時、カードを1枚引き、シールドがブレイクされたら、そのターンダイレクトアタックできなくなるというもの。このクリーチャーの主な役割は後者の効果にあります。1ターン耐えてターンを戻してもらう。という役割でフレーバーテキストからも、その想定で使われることが示唆されています。しかし悪用されたのは前者のシールドを墓地に送る効果で、本来は後者の効果を悪用されないための効果。つまり、エターナルガードなどのカードで、毎ターンシールド追加して永続的にターンを回す。いわゆるゾンビ戦法を使わせないための効果でした。しかしこの効果はなぜか相手にも通用する効果で、例えばパクリオを使っても相手のシールドを増やさず、手札を減らせることができました。しかしアクアパトロールの存在が、本来デメリットである効果を帳消しにしました。アクアパトロールは登場時、どちらかのシールドを山札に戻してシャッフルし、同じ枚数山札の上から戻す入れ替え効果ですが、海王流星ラストアバタールが登場する前は、相手の埋めたシールドを入れ替えられるが、シールドトリガーが増える可能性があるから、呪文の化身でいいという認識が多く外れ枠のベリーレアでした。海王流星ラストアバタールが登場してからは、それがバトルゾーンにいる状態で、アクアパトロールを出すことで、相手のシールドを全て焼却する。ボルメテウスホワイトドラゴンもびっくりなコンボ。ラストパトロールが誕生してしまいました。これを危険視されアクアパトロールは、海王流星ラストアバタールの登場から、約1ヶ月半でプレミアム殿堂入りを果たしました。このコンボは現代デュエマでも一応再現は可能で、アクアパトロールと同様の効果を持つ、
V チャロンと海王流星ラストアバタールのほか、金術のカルマカレイコなどで再現できます。今回はヤバくないと思ったらヤバかった、カードについて解説していきました。皆様にはこのカードが想像よりもヤバかった、思い出はありますでしょうか？もしあればぜひコメント欄で教えてください。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。